こんにちは、ぬいこです。今回はこちらのロングカーディガンをショート丈にリメイクします。まず着丈を決めます。カーディガンはボタンホールの穴がすでに開いています。穴の位置は変えることができないので、着丈はボタンホール位置を基準に決めていきます。ボタンホール何個分短くするという感じです。今回は3つ分短くしていきます。かなり短めのショート丈となります。では机の上で作業に入ります。裾のリブ、ゴム編みの部分はそのまま使いたいので、3つ上に移動して縫い合わせをします。距離的にはかなり短くするので、裁断をしてから縫い合わせをします。縫う位置は裾のリブの上端を縫っていきます。中心の細長い部分を前立てと言いますが、こちらの縫い位置に印をしておきます。ボタンホールのすぐ上の位置となります。裾リブと縫い合わせる身ごろ側の縫い位置は3つ上のボタンホールのすぐ上の位置となります。測ると裾リブの縫い位置から 29.5 センチです。縫い代1センチをつけるので、リブから 28.5 センチに印を入れていきます。一周印をします。こちらは裏側です。どちら側に印をしても大丈夫です。縫い位置に近いボタンは外しておきます。裾リブ側の縫い代ですが、カーディガンは前を開けて着る際、裏側の縫い代が見えるので、裾リブ縫い代で身ごろ縫い代をくるみたいです。そのため縫い代は2センチにします。一周印をします。では裁断をしますが、素材や糸の太さなどによりほつれやすくなってしまう場合があります。一気に切らずに少し切ってほつれ具合を確認しましょう。こちらはウールの細い糸で編み目も細かいのでほとんどほつれませんでした。ほつれやすかった場合はほつれ止め液や伸縮する接着テープを貼ってください。裁断できたので縫い合わせをしていきます。身ごろとリブを並べるとリブの方が短くなっていますので、リブを伸ばしながら身ごろと合わせます。前立て部分は伸ばさずにぴったり合わせて、前立ての先から脇までを伸ばして合わせます。後ろも伸ばして合わせていきます。では中表に合わせていきます。縫い代が身ごろ1センチ、リブ2センチなので、リブが1センチ飛び出るようにします。リブの上に身ごろを重ねると分かりやすいです。前立てはフラットに合わせます。脇位置を合わせます。反対側の脇も合わせます。後ろ中心も合わせたいので、脇を合わせて2つ折りにして、折り山に待ち針で印をします。リブも同じように2つ折りして待ち針で印をします。待ち針の位置を合わせます。
もう片方の前立ても待ち針で留めます。合わせるべきところがすべて止まったら、残りをバランス見ながら待ち針で留めていきます。前身ごろ側はさほど距離が変わらず合わせやすかったですが、後ろは伸ばして合わせる必要があります。後ろ中心と脇の待ち針を持って伸ばし、釣り合い良いバランスで真ん中あたりに待ち針をします。待ち針と待ち針の間をさらに待ち針で留めていきます。待ち針で全体が止まりました。縫うのはリブの上端なので、リブ側を見ながら縫います。身ごろ縫い代が1センチ短いので、リブ側を見て縫うと、下にある身ごろ縫い代がずれても分かりにくいです。このカーディガンは薄手で透けるので、リブ側を見ながらでも縫えますが、もし透けずに縫いにくく心配な場合はしつけをかけましょう。手縫いで縫う場合は裏側の確認がしやすいので、しつけはしなくても大丈夫です。縫い糸はミシンも手縫いもニット用ミシン糸レジロンを使います。伸ばして着るようなタイトなシルエットの場合は、ミシンは直線縫いではなく、角度が緩めのジグザグミシンの方が伸びに対応しやすいです。手縫いは糸調子が難しいです。前立ては一針ごとに返し縫いをしますが、前立て以外は着た時に伸びるであろう距離の糸調子にしたいです。脇まで並縫いしたら一旦伸ばして糸の長さを確保しておきます。ミシンの直線縫いで縫いました。縫い代を身ごろ側に倒してアイロンをかけます。アイロンがかかったので、長い方のリブの縫い代を折ります。なるべく厚みが出ないようにしたいので、リブを5ミリ折って1センチの身ごろの縫い代と重ならないようにします。待ち針で一周止まったら、折り山と身ごろを手縫いをしていきます。私はこのまま縫っていきますが、必要な場合はしつけをかけてください。ニット用ミシン糸レジロンを使います。一本取りで糸端は玉留めをします。前立ての端から縫っていきます。内側から針を入れて、リブの端から出します。糸を引っ張ると玉留めが抜けてしまうので、小さく返し縫いをしておきます。リブの端から糸が出ている状態です。糸が出たところとぶつかる前立ての端から入って2、3ミリすくいます。出たところとぶつかるリブの端を2、3ミリすくいます。リブ端と前立てを最短距離で糸が渡っていきます。端まで来たら方向を変えて戻ります。
角まで来たら返し縫いをして糸を固定させます。では折り山と身ごろを縫っていきます。前立て部分は同じように出たところとぶつかるところを縫っていきます。折り山側の針目は表からは見えないのでしっかりすくっても大丈夫ですが、身ごろ側は表から見えるので表面だけすくうと針目が見えずきれいに仕上がります。角に近いところはしっかり細かめに縫います。折り山を2ミリすくったら前立ては表面だけすくいます。前立てと身ごろのはげ目まで縫えたら、前立てを軽く伸ばし、糸調子を整えます。表から見て縫い糸で引きつれていないか確認をします。問題なければはぎ目で返し縫いをして、ここまでの糸調子を固定させます。続けて折り山と身ごろを縫っていきます。ここからは祭り縫いで縫います。身ごろは表面だけすくいます。出たところから3ミリ先の身ごろをすくいます。ニットの糸の表面を2本分ぐらいすくいます。3ミリ先の折り山を2、3ミリすくいます。3ミリ先の身ごろのニット糸表面を2本分程度すくいます。3ミリ先の折り山をすくいます。これを繰り返し縫っていくと糸がハの字斜めに渡っていきます。斜めに渡ることで布への縫い糸の力が柔らかくなります。結果、表に糸が響きにくくなります。脇まで縫えたら表側から針目を確認します。軽く伸ばして糸調子を適度に緩めます。タイトなシルエットの場合は着る時を想定して伸ばしておきます。糸調子が整ったら返し縫いして固定をします。残りも糸調子を確認しつつ一周縫います。端まで縫えました。取り外したボタンを付け直します。はい、これで完成です。今回のロングカーディガンをショート丈にリメイクする方法はいかがでしたでしょうか。ボタンホールの位置をずらすことができないので、丈を好きに決められない部分もありますが、バランスを見てリメイクしてみてください。これからも洋裁、リメイク、お直しなどいろいろなご提案をしていきます。ぬいこの洋裁教室を今後ともどうぞよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。